はい、続いて入出力。Go ではですね、入出力を IO リーダー、IO ライターと呼ばれる、インターフェースというものを使って、抽象化しています。ここではまだ、インターフェースの概念を説明していないので、ざっくりとした説明をしていきますと、Go の入出力は基本的に、IO リーダーと IO ライターによって抽象化されていますと。で、それぞれはリードとライトというメソッドを規定していて、ざっくり言うと、リードというメソッドを提供している方はですね、全部リーダーとして扱えるし、ライトというメソッドを、提供しているものはライターとして扱えます。扱えるというのはどういうことかというと、リーダー型の変数とか引数に代入できますよ、入れれますよという意味です。扱える、振る舞えるとか言いますね。例えば、Go の場合は、ダックタイピングなので、ガーガーと鳴く、ものはですね、全部アヒルとしましょうというルールがあったら、ガーガーと鳴くアヒルも通るし、なんか人間でもガーガーと言っとけば、通りますよと。そういった感じですね。なので、関数として、リーダーというものを引数に取れば、実際にどういう方がやってくるか知らないけど、とりあえずリードというメソッドを持っていることは保証されますよという意味になります。ちょっと振る舞えるっていう言葉がちょっといまいちしっくりこない方もいるかもしれないですけど、要するにその方として扱えるという意味です。はい。で、入出力をうまく抽象化しているので、さまざまな方が透過的に扱えますと。要するに、リード、ライトっていう機能を提供してくれてるものだったら何でもいいので、ファイルをリードする。ネットワークのコネクションからリードする。メモリの状態からリードすると。逆もそうですね。ファイルにライトする。ネットワークのコネクション。要するにデータを送るですね。データを送ることをライトとすれば、ライトする。メモリにライトする。みたいな形で、ライトというものを、ライトというその共一のインターフェース、共通のその、窓口を用意することによって、その IO リーダーとか IO ライターを使う側はですね、どんなものにライトしてるかっていうのを気にしなくていい。それを透過的に扱えると言ってるんですけど、ファイルが来ようが、ネットワークのコネクション来ようが、メモリの上に書き込むようなライターとか来ようが関係せずに書き込めますよというのが、Go の入出力の抽象化になりますと。で、これはですね、こういう透過的に扱えると何がいいかというと、Unix のコマンドのようにですね、パイプのように入出力をつなげることができますと。ファイル、ネットワーク、メモリ全部それぞれプログラムが必要な場合は、ファイルの境界とネットワークの境界をうまく変換してガチャンとしなきゃいけないんですけど、共通のインターフェースを持っている場合は、共通のインターフェースの、要するにハードウェアの場合はUSB とかのインターフェースと同じですね。あれがパソコンによってとかパソコンメーカーによって違ったらとかスマホのメーカーによって違ったらえらいことになると思うんですけど、あれインターフェースが統一されていることによってなんかその辺の100均とかで買った USB のケーブルを自分のスマホにバーンと挿すことができるし、できると。同じようにソフトウェアでもそのインターフェースというものがあると、その特定のルールを守っていればですね、誰が作ったとかそういうのを気にせず引数にボンと渡せるっていう感じですね。はい。で、標準出力と標準入力。OS パッケージが提供している、OS ファイルのポインタ型の変数になります。リーダーとライターを実装していて、さまざまな関数やメソッドの引数として渡せますと。標準入力ですね。要するにそのターミナル上だとそのままターミナル上に出力されるあそこですね。が OS-STD ですね。スタンダードインプットの略です。標準出力、スタンダードアウトの略で STD アウト。で、標準エラー出力、STD エラーですと。で、基本的には、出力、ごめんなさい、さっき入力のことを出力って言っちゃいましたけど、入力の方はキーボードから入力とかそういうやつですね。出力の方が出力ですね。当たり前ですね。エラー出力の方はエラーを出力するためのもので、Unix のコマンドとかはですね、よくそのエラーの出力と、通常の出力を分けて、その次のコマンドに渡したりとか、リダイレクトしたりとかする
と思うんですけど、そういったのを使い分けるので、標準出力には通常の出力ですね。次のコマンドで使って欲しいものとかを渡します。ログとかも出すんですけど、あんまり積極的にログとかを標準出力に出すことはしない方がいいと思います。デーモンとかはいいと思いますね。常駐するようなコマンドはいいとして、常駐しないようなコマンドについては、標準出力には次のコマンドにパイプでつながれて渡される可能性を考慮した、値を出力した方がいいです。標準エラー出力にはエラーを出力してください。なのでエラーを標準出力に出力しちゃダメですと。なんでかというと、次のコマンドで使われる可能性があるので、エラーが渡されても困りますよね。なので、エラー出力にちゃんと出してくださいと。なので、皆さんが作っている、画像の変換ツールとかで、うまく開けませんでしたみたいなエラーを出す場合はですね、標準出力じゃなくて標準エラー出力に出してください。で、プログラムの終了。プログラムの終了はですね、OSExit という、関数を使いますと。で、引数にですね、終了コードを渡しますと。0以外が、異常で、0が成功ということが決まっています。で、このディートさんのブログにも書いてありますけど、定数とか使って、管理してもいいです。ただ、IOTA は使わない方がいいです。多分皆さんが読んだ頃には IOTA を使うって書いてあったと、このブログにも書いてあったかもしれないですけど、最新版は IOTA 使わないように、変更してもらいましたので、こんな感じで IOTA 使わないでください。で、ログフェイタルっていうものがありますと。ログフェイタルはですね、基本的に使わない方がいいと思います。なんでかというと、ログフェイタルの中では HTTP エラーメッセージを出力するとともにですね、OSExit を呼び出します。OSExit を呼び出すと、プログラムが終了するんですけど、その際の終了コードは、ログフェイタルの場合は固定ですと。1固定ですと。で、ちゃんとコマンドラインツールを作る場合はですね、EXIT1 しかしないかもしれないですけど、それはちゃんと意図的に自分で出した方がいいかなと思います。自分でコントロールできないんですね、ログフェイタルについては。なので、無指向でログフェイタルを使うのは良くないことです。なので、できれば、F プリント LN と、OSExit を使ってやった方がいいです。ちゃんと分かってて、金輪際絶対ログフェイOSExit は1でしか呼ばない、0かまたは1でしか呼ばないから、ステータスコード増えない、絶対増えない。未来英語を誓えるって場合は、ログフェイタルを読んでもいいかなと思いますし、ちょっとしたプログラムから書くために、別にそんな、いいでしょっていう場合はですね、ログフェイタル使ってもいいかもしれないですけど、プロダクトで使うようなコマンドラインツールとか作る場合はちゃんと OSExit1 とか読んでください。できればこの D さんのブログにあるようなテストしやすい、コマンドラインツールの作り方を使った方がいいと思います。はい、あと15分ぐらいですね。ファイルを扱うと。ファイルはですね、こうやって OS Open とか OS Create でファイルを開いたり作ったりすることができます。オープンの方はですね、読み込み専用のファイルですと。で、Create の方は、書き込み専用の、関数になっていますと。で、使ったら必ず、クローズしてくださいと。で、クローズする前には、質問が来ましたね。ログプリント NL とフムとプリント NL の違いがよく分かりませんと。ログプリント NL のをまず見ましょうかね。違いが分からないっていう場合はですね、何が分からないのかをちゃんと自分の中で整理しましょうと。なんで違いが分からないか。それはなんかプリント LN という言葉が一緒だから違いが分からないのか、ドキュメントを読んだ上で違いが分からないのか。
それが、まずそれをどっちか絞った方がいいですね。まず。じゃあドキュメントを読みましょうと。プリントにコールアウトプットトゥプリントトゥスタンダードロガー。アーギュメント that handles the manner of 踏むとプリントと同じような引数でいいですよと。で、プリントトゥスタンダードロガーに出力しますよと。スタンダードロガーってなんだと。スタンダードロガーってめっちゃ出てきますね。スタンダードロガーって何者なんだと。スタンダードロガーは、あった。これの、スタンダードロガーね、ちゃんと書いてないですね。ですね、ソースコードもね、見ればわかるんですけど、ちょっと見ましょうかね。スタンダードロガーっていうのは、どこにあったかな、あれスタンダードロガー。ロガー型バーで。ありましたね。これがスタンダードロガーなんですよね。ここに書き込みますよという意味ですと。で、スタンダードロガーはよく見るとですね、OS/STD エラーに書き込むっていう設定になっています。このロガーの初期化はですね、ここに第一引数にアウトプットが来て、どこに書き込むかっていうのを設定します。なので、ログプリント ln は標準エラー出力に書き込みます。ちゃんとロガーのところにそれはドキュメントとしても書いてあるんじゃないかな、ロガーですね。書いてない STD エラーに書き込まれるよって書いてない。困ったものですね。書いた方が良い気もするけど、エラー出力に出力されます。一方で、踏むとプリントになるがですね、これ書いてあるんですけど、こいつは、標準出力にこいつは書き込みますね。標準出力に書き込む。これ、ソースコードちょっと見ると分かると思うんですけど、ここですね。プリントフォント using default format of plant write standard output ちゃんとドキュメントに書いてあるんですね、こっち側はスタンダードアウトプット。要するに、標準出力に書き込まれますけど、ログの方は標準エラー出力に書き込まれます。ドキュメントに書いて、ないですね。書いてるか。that logger writes 書いてますね。デフォルトは、スタンダードエラーに書き込みますよと。一応ドキュメントに書いてありますね。なので、違いは何ですかっていうと、標準エラー出力に書き込むか、標準出力に書き込むか。あとは、ロガーを使っているので、ログのフォーマットで書き込まれます。で、何が違うかっていうのは、実際使ってみれば、ある程度わかるかなと思いますので、使ってみましょう。ログ。で、同じ文言を、出してますと。はい。これ全然違いますよね。出力されるフォーマットが全然違います。出力された日付とかが出るのがログですね。ログと出力っていうのはまた違くて、ログはいつこれが出たのかっていう、そのログを残すための機能なので、日付とかも一緒に出てきます。ただ一方でこっちは出てこないですと。単に渡した文字列を出します。ログのこの日付とか出すフォーマットとかは、ロガーの、なんかプリフィックスを設定してみたりとか、そのフラグとかを設定することによって変えれます。ちなみに標準エラー出力に
出したくなかったらですね、セットアウトプットで、標準出力とかに変更することも可能です。ちょっとやってみますかね。ログセットアウトプット、OSSTD アウトで、全く同じの出してみましょう。はい。見た目変わらないですけど、プレイグラウンドの場合はですね、標準エラー出力に出すとですね、赤色になります。黒色の方は標準出力の方ですね。色が違いますね。なので出力されている場所が変わっています。で、標準エラー出力とか標準出力については、こう一般的なその Unix とかの知識なので、ちょっとググってもらえると、分かるかなと思います。使い分けちゃんとしましょうねっていう話です。はい。で、ちょっとファイルの方に話を戻しますと、OS オープンと OS クリエイトですね。これもよく似ていて、違いなんですかっていうと、読み込み用と書き込み用が違いますと。で、開いたら閉じなきゃいけないんですけど、開いたり閉じたり閉じる前にですね、まずはエラーを確認しますと。なんでかというと、エラーが発生してた場合はですね、このファイルですね、この第一戻り値の値はですね、nil になるので、nil のは閉じれないので、エラーが起きた場合は閉じなくていいですと。なので、エラーが起きなかった場合、ちゃんと開けた場合のみ閉じますよというのをやりますと。で、デファーについては後でこの次のスライドでやりますんで、こうやって、終了時に関数終了時に閉じるっていうのは予約するやつですね、デファーっていうのは。で、書き込み時はちゃんと、閉じる際に、エラー処理をしてくださいと。エラー処理をこうやってかけますと。ちょっとここ何やってるかというと、名前付き戻り値に設定しています。ちゃんとクローズ。名前付き戻り値に設定して元のこのデファーを呼んでる関数、この大元の関数の戻り値に設定してもいいですし、なんか別のことやっても大丈夫ですけど、ちゃんとエラーハンドリングしてください。で、読み込みの場合は、エラーハンドリングしなくても大丈夫ですと。そうですね。できればドキュメントを読んでください。ドキュメントにエラーハンドリングしろとか書いてあります。で、ファイルの場合はですね、書き込みのときはちゃんと、チェックしてくださいと。なんでかというと、書き込み切れてない場合があるからです。ですね。はい。で、OS ファイルについてはですね、IO リーダーと IO ライターの両方を実装しているので、IO リーダー、IO ライターを引数に取るようなところに渡せます。要するに、フムとプリント、フムと F プリント LN とか、そういったものに渡せますよということですね。飛ばして、デファーですね。デファーは、関数の遅延実行の仕組みですと。関数終了時に実行されますと。で、引数の評価はですね、デファーを呼び出した段階で、制定されますと。スタック形式で実行されますと。要するに最後に呼び出したものが最初に実行されます。で例えば、関数があって MSG という変数を作ってですね、デファーで踏むとプリントネルで MSG を渡すと、引数の評価はデファーの呼び出し時なので、この段階でびっくりを出力しますよというのを決定しますと。でもまだ実行しませんと。で、次 MSG をワールドに変えますと。デファーで予約しますと。なので、びっくりからワールドに変わってますけど、このデファを変えた時点での MSG を使うので、ここワールドになります。で、最後に、通常のプリントネルの呼び出しでハローが書き込まれます。で、最後に積んだやつが最初に実行されるので、こいつですね、ワールド、ハロー、ワールドでびっくりという順番で出力されます。こんな感じですね。で、デファーがこのスタック形式で呼び出される。最後に呼び出したものが最初に実行
されるっていうのはですね、そのリソースの開放に基本的にファイルとかのリソースの開放に使うものなので、最後に使ったやつが最初に開放されますよね。基本的には。ファイルを2個開いたら2個目のファイルを最初に閉じますよね。後に開いた方を閉じることが多いですよね。なので、こんな実行の仕方になってるんじゃないかなと思います。はい。で、デファを使う際に注意してほしいのはですね、for の中でデファの呼び出しは避けてくださいと。よく見るのがこういうやつですね。デファはあくまで関数呼び出しの最後に実行されるので、for でぐるぐる回るとですね、デファがどんどん積まれます。ただ実際にはこの for を繰り返している間に、このファイルは必要なくなってきますよね。なので、デファを使わないまたはこうやって関数の呼び出しに変えてください。こうすると、ここの部分は関数になるので、関数抜ける際にデファが実行されます。こっちの場合は、この for の中に直にデファが書いてあるので、for を抜けてこの for が書いてあった関数を抜ける際に実行されるので、無駄にずっとファイルが開きっぱなしになりますと。なので、for の中に直接デファを書いちゃいけないと思ってください。はい。続いて入出力関連の便利ファイルですね。エンコーディングは JSON とか XML とか CSV とかを扱うやつで、ストリングスが文字列周りです。バッファー用がスキャナーとか、で、ストリコンブが文字列の変換、ユニコードがユニコード周りの処理を提供してくれるようなパッケージとして、いろいろ便利なパッケージが標準で用意されています。例えば、バッファー用スキャナーというやつを使うとですね、バッファー用ニュースキャナーとやって、引数に IO リーダーを取ります。std in でもいいですし、ファイルでも OK ですと。で、こいつをですね、for でスキャンという形でぐるぐる回していくと、1行ずつ、デフォルトだと1行ずつ、文字列を読んでくれますと。で、文字列を読んだやつはですね、scan.text という形で1行分取り出すことができます。で、スキャナーはですね、エラー処理をまとめて行うことができて、本来だとファイルとかを開いている場合は、1行呼び出すたびにエラー処理しないといけないと思うんですけど、読み込むたびにこう、例えばハードディスクの中のファイルを読み込んでいる場合は、いつハードディスクがぶっ壊れるか分かんないので、常に読み込むたびにこうエラーチェックしないといけないんですけど、このスキャナーの場合はうまく内部が作られていて、エラーが発生するとこの4を抜けるように作られているので、こうやって4を抜けた後にエラー処理をまとめて書くことが可能です。ちょっと12時になっちゃいましたけど、ちょっと、ここまで終わらせちゃいますと。ファイルパスを扱う場合はですね、パスパッケージの下にあるファイルパスというパッケージを使ってください。パスパッケージは、OS によらない、OS、スラッシュのパスの区切りがスラッシュ前提の作りになっています。ファイルパスの方は、Windows の場合は、円マークとかバックスラッシュ。で、Unix 系の場合はスラッシュで区切られるような、ファイルパスになってますんで、ディレクトリとか、そのファイルを扱う場合はファイルパスの方を使ってください。ジョインがファイルパスの結合ですね。Mac 使ってるからといってスラッシュありきで、ファイルのパスを結合しないでください。ちゃんと Windows とかに配慮してファイルパスジョインを使ってください。ちなみにこの引数は何個でも書けるので、バーと書いても大丈夫ですと。拡張子を取りたい場合は ext。ファイル名を取得したい場合は base。DXL を取得した場合は dir と。もう便利なのがいろいろ用意されています。で、これも使ってるかなと思いますけど、特定のディレクトリ以下をウォークする、つまりその深さ優先でこう探索していくようなやつですね。第1引数にウォークしたいディレクトリを渡して、で第2引数に関数を渡します。その関数は、ウォークファンクと言われるやつですけど、第1引数がパス。今探索している場所のパスですね。で、2個目がそこの、ファイルインフォという情報ですね。ディレクトリかどうかとか判断できます。で、エラーが、その際にエラーが発生してたらそれを教えてくれます。はい。これで、ファイルパスでこう exe が、.go のやつをこう出力するというような作りになっています。で、ファイルパスウォークはですね、エラーを返すので、これもエラー処理してくださいと。本当はこのエラーもエラー処理してくださいね。はい。
これは同じのかな。はい。これちょっとやってみてくださいね。